今回は乱数を発生させて折れ線グラフと度数分布グラフを作成するプログラムを見ていきましょう。まず乱数の数を480以内で入れていきます。例えば100と入れます。そして描くとこういう形で折れ線グラフ、そしてこちらに度数分布表ですね、そして度数分布グラフが作成されます。もう一回実行してみましょう。今度は300を入れます。そうすると300個のデータの度数分布表でですね、こちらが作成されます。で、こちらの方ですね、ヒストグラムが表示されます。それではプログラムを見ていきましょう。メインの方がこちらにありますね。まず画面を消してやって、こちらの猫のスプライトを表示して、そしてリストを初期化します。これは度数を入れるリストですね。ヒストを初期化していきます。こちらの方の初期化のプログラムですね。リスト、ヒストというものです。それをすべて削除します。そして実家へ回してヒストの内容を0を10個追加していくんですね。これ全部0にしていきます。ここに、1回、2回とか、これが9になります。で、ここに乱数の発生させた度数が記録されていきます。そして、キーボードから乱数、発生させる乱数の数を480以内でキーボードで入力します。そして、次に乱数グラフを表示する座標ですね、の初期位置、x の初期位置をここで設定します。そしてここで乱数を発生させて、y の値、で、マイナス100から100までの間で乱数を発生させて、その値を y 座標とします。そしてペンの色をグリーンにしてペンを下ろして、あとはこれを n 回実行するんですね。そして、x 軸については1つずつ座標をずらして右の方にずらしていきます。そして yi については乱数をマイナス100から100の間で乱数を発生させてこの中に入れます。そして、スプライトをですね、この計算された値で動かします。そして、リストに追加の定義ブロックを実行します。これは発生させた乱数を度数分布表ヒストに入れていきます。こちらの方ですね。P を、この式ですね。乱数をマイナス100からプラス100までの間で発生しますので、その値が y に入っているので、これを100ほどずらして0から200にしてやって20で割ります。それで、10区間での階級を求めます。どの階級に属するかを求めるんですね。その値が P に入ります。そして、リスト、これですね。何番目に当たるかというのが P で決まりますので、その値、プラス1として、度数を追加していきます。それがここになりますね。そしてこれでまた頭に戻ってこう何回も実行されていきます。そして終わったらペンを上げて隠す。そしてヒストグラムを表示します。ヒストグラムの表示ですね。これがまず初期位置を、x がマイナス200、y がマイナス、ここですね。この位置にします。180にして p を1とします。これがこのループのカウンターになるんですね。それが P が1。そして、ペンの色をピンクにして、ペンを下げて、まずこの高さを計算します。これがヒストの何番目の位置。これが1番目の値ですね。1番目がこの場合30個になっているので、30×10。度数1に対して、10。y 座標10をかけてやります。
そして y を計算して、y 座標を yi マイナス180。原点がここに当たりますよね。そしたらここがマイナス180になるんで、マイナス180を引いてやります。そして、40進めて、マイナス180に、移動します。そうするとこの四角が表示されます。そして P を1増やして2番目の、リストの要素を取り出すというような形になってきます。そして終わったらペンを上げるということになります。